はいどうも、ぐちです。今回の動画なんですけれども、こちらの5 Pro と1個前のモデルの4ですね。こちらの比較動画っていうのを撮影しておりますので、一つ前に投稿した動画でも比較っていうのをしてるんですけども、それよりもね、ちょっとこう長く昼と夜と自転車、バイク、走ったの、歩いたのとか、あと音の比較とかですね、細かく比較した動画になりますんで、こちらの動画もじっくり見ていってください。今ちょっとね、公園に来てます。はい、結構ね、そんな大きくない公園なんですけども、ちょっと公園に来て、歩いてみてます。いかがでしょうか。ちょっとね、太陽隠れちゃったんですけども、今ちょっとだけ暗いですね。で、今、自撮りしてます。4K の30フレームですね。で、ノーマル10ビットで撮影してます。はい。で、音声は内蔵マイクですね。内蔵マイクの音声で、通常にしてあります。はい。で、5 Pro の方を見るとね、もう画面が OLED になってるんですかね。それで、すごい明るく映ってますね。はい。ちょっと初めて来た公園なんで、よく分かりにくいんですけども、はい。自撮りだとこんな感じです。で、ちょっとね、この後走ってみようと思います。で、走りますね。よいしょ。行きます。はい。ちょっとね、太陽出てきましたね。で、今、走ってます。いかがでしょうか。祝日なのにね、あんまり人いないですね。自撮りしてちょっとね、走ってみます。じゃあ次がですね、さっき1個前に撮ったのがロックステディプラスだったんで、こちらはね、ホライゾンバランシングで撮影します。はい。ちょっとじゃあ走ってみますね。はい、いかがでしょうか。はい、で次がホライゾンバランシングですね、両方とも。これちょっと走ってみます。2.7K になります。トラッキングですね。ちょっとやってみます。全身でやってみますね。
はい、どうですかね。トラッキングはできてますかね。はい、今こんな感じで動いてます。いかがでしょうか。はい、これ今ねロックステディです、両方とも。で5プロの方が、ナイトスーパーナイトモードですね。はい、5プロの方がスーパーナイトモードにしてるんですけど、多分なんか明るい日中はスーパーナイトモードにする必要がない気がしますね。はい。で、5プロの方が結構ね、暗部もしっかり見えてるのかなと思います。あと葉っぱの緑も綺麗に出てますよね。はい、スーパーナイトモードなんで、暗いところを撮るとどんな感じなのかっていう感じですね。で、あとこの明るい方ですね。はい、いかがでしょうか。顔の見え方としては多分こういう感じなんですよね。スーパーナイトモードで今日陰ですね。はい、今日陰に入ってて、これ逆光ですね。逆光です。はい、いかがでしょうか。はい、この逆光の感じどうですかね。今かなり逆光だと思うんですけど、いかがですか。はい、逆光の感じをちょっと見ていただければと思います。はい、顔暗いですかね。多分ね、この今逆光かなって思います。はい、逆光の感じ見てもらえれば、顔がどれだけ暗くなってるかっていうのをちょっと見てもらえればいいかなと思います。でちょっと接写もしてみます。はい、近いところは多分ピント合わないですよね。こんな感じですかね、ピント具合は。はい、この辺木の裏側なんで結構暗いと思うんですけど、どうですかね。完全に真っ暗になれば両方とも同じぐらいなんですかね。なんかそこまで変わってる感じはしないんですよね。はい、モニターがね明るいですね。でこうやって見るとアクション4の方がちょっと黄ばんでる感じですね。で5プロの方がちょっと青みがかってるというか、はい、黄ばませてない感じはありますね。少し4の方が黄ばんでるというか。でこういう手前に暗いものがあって奥に明るいものがあるとどんな感じなのかっていう。ちょっと今日陰になっちゃったですね。はい、どうでしょうか。なんかねモニター見てると OLED の方はちょっとね粗く見えるんですよね。なんでだろうな。なんかモニター上だとアクション4の方が解像度があるというか、はい、そんな感じに見えます。で今ホライゾンバランシングで撮っております。4K30 フレームでスーパーナイトモードで撮影しております。アクション5プロの方はスーパーナイトモードで撮影しております。いかがでしょうか。はい、こっちだよね。で
今が、結構明るいんですけども、赤坂見附を歩いてます。で、なんだっけな、スーパーナイトモードですね。油そばで、ホライゾンバランシングでスーパーナイトモードで撮影しております。結構赤坂見附の街が明るいんで、映像も結構明るいかなと思います。いかがでしょうか。だいぶ明るそうですね。こういうところ明るいよね。ここがちょっと暗いね。はい、ここがね、少し街灯が暗くなるんですけども、どうですかね。今シャッタースピード100分の1からに設定しております。で、ホライゾンバランシングで、スーパーナイトモードですね。結構街灯がさっきよりも暗いんですけども、どっちの方が明るく感じますでしょうか。いかがでしょうか。今赤坂見附を歩いていますけども、明かりが今歩いているところはね、そこまで街灯が、あるか、明るいじゃ明るい。ただ次の方はもうちょっと明るくなりますね。はい、こっちの方がもうちょっと明るくなるとかですかね。で、今カラオケ屋さんの前にあるのでだいぶ明るいですね。で、これが今ね、スーパーナイトモードにはしてないので、結構ね、暗いのかなって感じですね。いかがでしょうか。今夜ご飯を食べにちょっとね、歩いて向かっているっていう感じですね。はい、さっきよりかは若干街灯っていうかビルの電気が少ないって感じですかね。今これが動画の設定は普通のモードなんですけども、超広角ですね。両方ともねロックステディにしてます。で、手はね伸ばしてるって感じですね。はい、ホライゾンバランシングは効いてないので、水平じゃないところですね。はい、で今手伸ばして撮影してます。で、今ご飯をねちょっと食べに行こうと思います。だいぶ超広角で、一番超広角で撮ってます。そろそろ着くんかな。これじゃない？麺って書いてあるの。そうかも。そうだねえ、ここのラーメン屋さんにちょっと行ってみようかなと。これか？これだ。おお、60分の1から8000分の1のシャッタースピードになってます。で、アクション4が30分の1から8000分の1だっけかなになってます。で、スーパーナイトモードですね。はい、いかがでしょうか。で、4K の60フレームで撮ってます。で、ここ青山通りだっけな。青山通りなんですけども、今画面で見る感じ、めちゃくちゃ明るく撮れてますね。もう夜なんですけども、街灯があるっていうのもあるんですけどね、かなり明るく撮れてます。アクション5 Pro の方はやっぱりなんかカリカリしてる絵というか、ちょっと iPhone っぽい感じのなんか絵作りっていう感じですよね。で、なんかシャープネスとかそういうのは設定変えてないんですけど、なんか動画撮った感じがちょっと iPhone っぽいような、感じになっていると思いますはい、でそこが赤坂見附の
駅ですね。赤坂見附の駅で、ちょっとオレンジ色の街灯と、はい、あと車が通ってて、4で撮ってる方もね、結構明るいじゃ明るいんですけどね。はい。ただ、アクション5 Pro の方が、暗いところも明るく映ってて、明るいところもさらに明るく映ってるみたいな感じですね。なんかもう全体的に明るいっていうか、なんかコントラストが弱いような感じにも見えるんですよね。はい。という感じでした。いかがでしたでしょうか。で今ね、ホライゾンバランシングで、撮影しております。なので水平はね維持していると思います。で動画の設定なんですけれども 4K30 フレームで撮影しております。で音声はね今 DJI Mic 2で、収録しているという感じになります。入ってありがたいことにね、快晴ではないんですけども青空がねちょっと見えてきたんで、この辺が今、暗いところと明るいところの明暗さが分かりやすいのかなっていうふうに思います。いかがでしょうか。で設定なんですけれども、4が、ノーマルの、色味、設定で、5の方が HLG で撮影しております。5の方が HLG ですね。はい、いかがでしょうか。で音声は内蔵のマイクで、撮影しております。はい、で風がね結構強いんですよね。いかがでしょうか。ノイズ低減の方は両方とも今通常になっております。いかがでしょうか。ね、風も吹いてて自転車乗ってるんで結構ね風切り音っていうのが目立っちゃうのかなっていうふうに思います。かなりね天気が良くなって、まだ10月ではないんですけれども、かなり涼しくなりましたよね。はい、でまたね設定を今変えてみました。今、先ほどまでホリゾンバランシングでしたっけ、ホリゾンバランシングだったんですけども、今はロックステディプラスでもなくロックステディでもなく、完全に今オフの状態です。なので自転車の振動とか傾きとかもうそのままねダイレクトに伝わるっていう感じですね。はい。で、画角なんですけども、一番超広角ですね。はい。一番超広角になっております。いかがでしょうか。で、D-Log-M ですね。はい。今ね、D-Log-M で撮影しております。で、D-Log-M で、DJI のマイク2は使ってなくて、内蔵マイクで撮影しております。で、ノイズ低減がね、今、
高いに設定しております。で、超広角に今してるんですけれども、そうすると今、ハンドルも見えてますよね。今、自転車のハンドルの多分この手が見えるぐらいね、広角なんで、すごいですよね。まあ、これ本当に、アクションカムならではっていう感じはしますよね。結構、湾曲してるのかなっていうふうに思います。で、今、両方ともね、ノーマルの10ビットで撮影しております。いかがでしょうか。今、ロックステディですね、2つとも。で、超広角です。はい、今、両方とも、ロックステディになります。今、ここね、結構向かい風がすごいんですよ。で、風のね、音結構してると思うんですけども、どうですかね。かなり向かい風がすごいです。で、ノイズ低減の方は高にしてあります。高いですね。今、高いにしてあります。今、ロックステディで撮影しております。で、音声の方は、内蔵マイクで今ね、撮影しております。まあ、風の音と、僕の声の音は、どんな感じで今ね、聞こえてますかね。で、今ね、DJI のマイク2ですね。こちらに音声を切り替えました。まあ、音の方は、ノイズキャンセリングは入ってないです。そのまま撮影してます。モフモフをつけて。で、映像の方が、階段か、これ。映像がですね、今 4K の30フレームですね。はい。で、ホライゾンバランシングで撮影しております。で、5 Pro の方は、なんか安定化シナリオってやつをスポーツっていうのにしてます、今。なんかどう違うんですかね。まあ、やっぱりね、マイクがあった方が音はね、いいとは思うんですよね。まあ、ただなんかアクションシリーズを持ってる人がなんか全員が全員ね、DJI のマイクを持ってるわけじゃないので、まあ、できればね本体のマイクだけでね完結できるのがね一番楽ですよね。こちらが安定化シナリオってやつを日常に変えました。で、まあ同じくね自転車乗ってるんで、まあ、なんか日常とスポーツの違いですね。なんかどんな違いがあるのかなっていう風にちょっと見てもらえればなと思います。この辺結構ね住宅街なんで、明るいところがあったり暗いところがあったりと。いやでも天気が良くてよかったですねこれ。で今結構ねサドルが高いんでカメラが結構ねなんか上向いちゃってるのかなっていう風に思います。もう完全に上を見上げてる感じがしますね。はい。なのでちょっと下からの見苦しい、お顔を見しちゃって、下からのね、見苦しいね顔をちょっと見せてしまってるかもしれないんですけど、ご了承ください。どこだ。で今ロックステディプラスの歪み補正にしてますね。はい。水平は保たない状態で歪み補正してますんで、まあなんか湾曲した感じがなくなってると思うんですよね。でまあ映像的には一番ねなんかこの映像が見やすいのかなっていうふうに思います。
ちょっとこっち側行ってみますか。で、今風がものすごい吹いてます。はい、これちょっとあえてマイク2外してみます。はい、で今マイク2外しました。はい、で今 DJI のマイク2外した状態でロックステディプラスですかね、ロックステディプラスの歪み補正にしてます。いかがでしょうか。で多分僕の声はマイクの、本体のね後ろから聞こえてるんで若干こもってるかなと思うんですけども、どうですかね。でちょっとね撮った映像を聞いてみた感じだと、やっぱりねマイクの指向性っていうのはレンズが向いてる側にレンズが向いてる側の音を拾ってるんで、後ろ側にいる人の声っていうのはちょっとねこもってる感じというか、後ろからね聞こえているような感じに、あえてしてるのかもしれないんですけども、後ろにいる人の声はねあんまりちゃんと聞こえないですね。で歪み補正でロックステディプラスなんでどうだろうな、これでもね十分広角ですよね。もう空の青いのも見えてますし、目の前の道も見えてるし、もう手元のねこの辺もうハンドルのすぐ近くまで見えてるんで、ロックステディプラスの歪み補正でもね全然問題ないのかなと思います。はい、で今車の音もね結構うるさいですね。で車の音もしてる中で今自転車に乗って風切り音も結構強いと思うんですよ。で僕の方は後ろから話しているという感じです。なので声がねどれぐらい自転車乗りながらのこの声がどれぐらい入ってるのかっていう感じですよね。はい、で今ね確認したんですけども、もうね1時間以上は動画はね途切れ途切れなんですけども、今回してるんですけど、アクション4の残りのバッテリー残量が 25% で、アクション5 Pro の方が残り 55% ですね。なんでまだ半分以上ね5 Pro の方が残ってます。はい、今映像のモードが、普通のモードですね、夜用の、スーパーナイトモードにはなっておりません。普通のね、動画はね普通のモードになっております。でここのねセンター街のところですかね、渋谷の道なんですけども、もう街がね明るいんで、結構ねこの辺はナイトモードにしなくても明るく撮れてるのかなっていうふうに思います。今日はね日曜日で3連休の中日なんですけども、やっぱりね渋谷は人がいっぱいいますね。で今録音は DJI マイク2でワイヤレスで、32ビットで、録音しているという感じになります。はい、で次がですねアクション5 Pro の方が、スーパーナイトモードにしました。でアクション4の方は、低照度化で DIS 優先っていうのにしてあります。で、今ここでの設定なんですけども 4K25 フレームにしてあります。フリッカーが出ちゃうんで、30フレームでもよかったんですけども、一
旦今は25フレームにしてあります。でさっきね、ここ同じ道通ったと思うんですけれども、アクション5 Pro の方はスーパーナイトモードになっていると思うので、かなり明るくなっていると思います。いかがでしょうか。いろいろ動画見たんですけれども、アクション5 Pro の方はiPhone の動画っぽいような HDR 動画というか、無理やり明るくしたような動画に見えるっていう感じでしたね。はい。結構ね、街が明るいんで映像も明るく撮れてるのかなっていうふうに思います。いかがでしょうか。この辺が今代々木公園の前なんですけれども、一応街灯はねあるんですけれども、結構暗いですね。ビルの電気とかがないので、結構暗いっていう感じですね。で今この状態でアクション5 Pro の方はスーパーナイトモードですね。でアクション4の方が低照度化で EIS 無効っていうやつでしたね。はい。結構ねこの辺は暗いと思うので、このスーパーナイトモードっていうのが、どれぐらい今発揮されてるかっていう風に、見ていただければという風に思います。はい、かなり暗いですね。多分この東京とかじゃなくて、もう全く街灯がないこう田舎道というか田んぼ道みたいなところだと、さすがに厳しいんじゃないかなっていう風に思いますね。ちょっとこの辺もね言うて、ライトはあるんで、結構ね明るいっちゃ明るいっていう感じですよね。またね代々木公園の前にやってきました。今ホリゾンバランシングになっております。アクション5 Pro の設定なんですけれども、こちらはスーパーナイトモード、スーパーナイトモードではなくて、普通のモードですね。DJI アクション4も5 Pro も、両方ともね、ナイトモードっていうのはしてなくて、普通のモードになっております。ですので、結構ね暗いのかなっていうふうに思います。いかがでしょうか。夜はねこんな感じになっていくと思います。で ISO 感度もシャッタースピードも今、こちらは100分の1以上で、なるようにしてあります。いかがでしょうか。街灯がね両サイドについてるんで、真っ暗ではないんですけれどね、一応こんな感じになります。どこのお店もやってないっていう感じですね。でここら辺はね12月はイルミネーションやったりするんですけれども、もう9時過ぎになるとだいぶね、真っ暗ですね。はい、今はナイトモードにしていない状態ですので、結構暗く映ってるのかなっていうふうに思います。いかがでしょうか。で表参道ヒルズの前ですね。はい、で今表参道なんですけれども、こちらはスーパーナイトモードに切り替えました。で低照度化での EIS 優先にしてあります。はい、いかがでしょうか。ちょっと EIS って多分手ぶれのことなんかな。なんでもしかしたらねあんまこれ意味ないのかもしれないんですけども、とりあえず、アクション5 Pro の方は今スーパーナイトモードになっております。いかがでしょうか。
アクション4とアクション5 Pro のファイルサイズの違いなんですけれども、左側が4で右側が5 Pro になります。4の動画はここ見てもらうと 6.94GB になっております。5 Pro の動画は 4.22GB になっているんですよね。なんとですね、両方とも同じ撮影設定で 4K30fps、 同じ録画時間なんですけれども、録画時間がこちらに書いてありますね。再生時間10分と1秒で、こっちが10分2秒ですね。ほぼ同じですね。で、同じ録画時間なんですけれども、アクション4の約 40% も5 Pro の方がファイルサイズが小さくなっているんですよね。で、これはおそらく4は MP4 の H264 HEVC でのフォーマット形式だったんですけれども、5 Pro の方は MP4 の HEVC のみの形式になったことだと思います。最大ビデオビットレートも公式にも記載があるんですけれども、4が 130Mbps に対して5 Pro は 100Mbps になっているのが大きな点かと思います。で、単純計算なんですけれども、例えば4で 100GB の動画を撮影したとしたら、5 Pro なら約 60GB で済むということになるんですよね。2つとも同じ容量の SD カードを使っているとしたら、5 Pro の方があと 40GB 分の動画が撮影できるという計算になるんですよね。データ管理の視点からしても、動画素材のファイルサイズが小さくて済むのは大きな利点かと思います。ハードディスクや SSD ってそこそこの値段はしますし、たくさんのデータを保存しておくとすぐにいっぱいになってしまい、また新しいハードディスクを買うコストがかかってきます。その点からしても、動画のファイルサイズが小さくて済む5 Pro の方がかなり総合的に見てもコストパフォーマンスが優れていると思いました。ちなみに別の動画を見ても同じような感じですね。こっちも4が 3.47GBで5分1秒で、こっちは 2.8GB、 これが4分58秒になっているんで、やっぱりどの動画を見てもこれだけファイルサイズが小さくなっているというのが分かります。結構ね、映像で横に並べてみると、あと音の部分とかですかね、一番分かりやすいのが、暗証の部分ですかね。その辺も、比較できたと思うんですけども、全然なんか仕上がりは変わってくると思いますよね。あとちょっとね、ちゃんと設定をしっかりしないといけないなっていうところで、街中とかネオン街っていうんですかね、そういうところでフリッカーが結構出ちゃうんですよ。なので、100分の1以上にした方がいいかなというふうに思いますね。で、あとはそのブレ感っていうか、にじむ感じですよね。この歩いた時に少し映像がこうぐわってこうにじむ感じあるじゃないですか。で、あれって本当アクションシリーズって結構顕著に出てて、5 Pro でもね、まだ夜撮影するとそれが出ちゃうんですよ。で、そのにじむのと、で、あとはフリッカーですね。そのフリッカー対策でしっかりフレームレートも50fpsにしたりとか、25fps にするとかっていうふうにちょっとフレームレートを変更してみてやってみてください。西日本と東日本で設定するフレームレート変わりますんで、僕は関東に住んでますんで東日本なので、50フレームだったらフリッカー出ないんですけれども、その場合はシャッタースピードも100分の1以上にするとかっていう風に、ちょっとお住まいの地域によって設定が変わりますので、その辺をねしっかり注意して設定していっていただければと思います。もう音も5 Pro の方がいいですよね。はい。で、映像の、昼の部分も、そうですけども、しっかり明暗差ですかね。明るいところと暗いところの差っていうので、明るいところを映してる時の暗いところって結構暗くなっちゃうんですよ、普通のカメラって。なんですけども、5 Pro の方はなんか HDR モードとかにしておかなかったとしても、もうシャドウが結構明るく映ってるんですよね。
なので、個人的な感想としてはちょっと iPhone の映像に似てる感じはするんですよね。であとは結構パキッとカリカリしてるような質感というか、なんかこうちょっと前の iPhone っぽい感じ、なんかどちらかというと今もう iPhone の方が映像綺麗だと思っちゃうんですけど、ちょっと iPhone っぽい感じっていうところですかね。 HDR 感が強いっていうところで、はい、暗いところが明るく映っていると。であとは夜撮影していてでしっかり明るく映ってるっていうことがまず大前提だと思うんですよね、僕にとっては。はい、夜撮影して真っ暗で何も見えなかったらもう撮影にならないじゃないですか。なのでもうその辺はちょっとなんか細かいことは言わずに、まずしっかり明るく撮れてるっていうことが大前提だと思うんで、シャドウ部分も上がって、あと白飛びもなるべく抑えられていてっていう HDR 感が結構強い撮影だ強い映像だったかなっていうふうに思いますね。 HDR モードにしてなくても、十分綺麗な映像が撮れてたと思います。4から5ですかね。今は1万円の差ですかね。1万1000円の差なんですけれども、これから買う人っていうのは、5 Pro 買っちゃった方がいいのかなというふうに思いますね。ただここまでのクオリティを求めてない人というか、あとはマイクが一つだけ接続できればいいんだよっていう人は、全然なんか4でも問題ないのかなと思いますね。で僕は4を、ハワイにこの前新婚旅行行ったんですけども、なんだっけ、スキューバダイビングで海潜ったんですよ。でその時に4を使ったんですけれども、海の中でももうめちゃくちゃ綺麗だったんですよね、4で。はい。で僕初めてアクションカムをこの海の中に入れて、こう魚が映像に映っていて自分も泳いでるみたいな映像を撮ったんですけど、なんかめちゃくちゃ綺麗で 4K で撮ってて、もうなんか大満足だったんですよね。なんかもうこれ以上を求めないというかはい、なのでその辺の見え方はセンサーサイズも同じなんであんま変わんないかなとは思うんですけれども、もうそろそろ個人的にはもうこの4とか5とかで、アクションカムもそろそろ天井なのかなっていうふうに、思ってます。はい、もうこれ以上なんかすることがあんまないのかなと思ってて、あとはセンサーを大きくしてちょっとボケみをちょっとこう増やすっていう感じになるのかなとか、もうちょっとこう高画質高画素にしてなんかデジタルズームしても結構くっきり映るようにするとか、なんかそういう部分でしかない気がするんですよね。あと個人的になんかこう今後のアクションカムに期待する部分っていうのが、言うてアクションカムじゃないですか。であんまりこのアクションカムにこうマイクをワイヤレスマイクつけて撮影するっていうことってぶっちゃけそんなないと思うんですよね、僕の場合は。なのでもうこの、本体1個だけ持ってって、あとグリップとか1個だけ持っていくだけで、もう撮影が映像も音も完結できるのが一番いいんですよね。なので外がめちゃめちゃ風が吹いてる時とかボーボーって音がしちゃうじゃないですか。でそういうのもアクションカムならではのこの技術を使って、風切り音っていうのが全くないね、バーって音がしてるけどもこのカメラで撮ると、どんなに強風でも風切り音しないみたいなのがあったら、これ多分次また6とか7とか出た時にそのぐらいのレベルになったら買うんですよね。はい。なのでなんかこう次の進化っていうのはもう映像はもう十分でお腹いっぱいなので、なんだろうな、こう低照度でもうちょっと明るく撮れたらそれはそれでありがたいんですけども、結構十分なんですよね。で僕的には例えばこれを、ヘルメットにね、こう頭の上の部分とかこの辺とかいろいろつけるじゃないですか。でその時にもうこの内蔵マイクだけでマフラーの音とかエンジンの音とか、外の環境の音とかっていうのを音が割れることなく風切り音が気になることなく取れたらこれよりも高い金額でも買っちゃうと思うんですよね。個人的な、要望なんですけどね。なんで今後のアクションカムに期待するものっていうのは音問題な気がしますね。もう映像は結構綺麗なので
スマホもどんどん綺麗になっていきますしね、もうほんと風切り音問題な気がするんですよね。なんかそれぐらいしかないっていうか、でも32ビットフロットが本体で取れるとかね、なんかそんなような感じがしますね。一応ね、今回は、DJI の、Osmo Action 5 Pro とこちら DJI の Osmo Action 4の、検証動画になりました。というわけで今回の動画以上になるんですけれども、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひともよろしくお願いいたします。何かね不明点とかわからないことありましたら、お気軽にコメントの方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。